今回作成するのは、ドルニエ 335A6 ファイルです。機体の前後のプロペラが特徴的だ。しかし、箱がちょっと汚れているぞ。相当の間押し入れに眠っていたキットなので、中身が劣化していないか、ちょっと不安です。キットの構成は、至ってシンプルです。最近のキットと比べたら、部品がぐっと少ないな。作成時間が短く済むと嬉しいな。デカールは、ちょっと黄ばんでいる部分があります。これは、劣化してボロボロにならないか、貼る前にきちんと検証する必要があるな。それでは、早速コックピット内部を作っていきましょう。内部って言っても、それほど作り込まれてはいないけどな。特に造形もありませんが、とにかくコックピット内部色を塗装します。使っているのは、紙筆産毛の平筆だな。今回は、この筆をフル活用したいと思ってます。この紙筆ですが、一度、プラ版でテストしてみましたが、実践で使うとどうなるか、確かめてみたくなった次第です。小さな領域の塗装には、今のところ十分に性能を発揮しているように思います。ムラなんかも生まれないもんな。ただ、筆が含む塗料が少なめです。塗り重ね回数が多くなりそうだ。さすがにパイロットは、さっきの筆では無理だな。はい、細かすぎるので、ここは、適当な面相筆を使います。ジャケットなど塗り分けには、紙筆の面相筆を使います。こっちの筆は、結構前からお世話になってるよな。はい、これを使うようになってから、細かい作業には欠かせなくなりました。少々根は張るけれど、耐久性も高いし、毛が曲がったりしても、修正できたりする優れものだ。そうこうしているうちに内部塗装が完了だ。ちょっと、コックピット内部のグレーのブラシ痕が気になります。確かにちょっと気になるが、宣言通り、筆は変えずに進めよう。それでは、機体後部のプロペラなどを挟み込む形で、機体を貼り合わせていきましょう。困ったことに機種部分の反りが合わない感じだな。致し方なしなので、強引に接着してしまいましょう。最近なかなかないケースだな。かなり開いていたんで心配しましたが、なんとかなったようです。よっぽどの衝撃などがなければ、再び開いてしまうこともなさそうだな。一つ課題が解決したと思ったら、新しい問題が発覚しました。キャノピーと機体の形が全く合ってないな。2、3ミリのギャップがあるようです。これもしようがないので、プラ版でなんとかします。かなり、盛り付ける形になった。余分な部分を削り取って、サーフェイサーで表面の状況を確認します。プラ板の間の隙間なんかを念入りにチェックしたいからな。そして、主翼を取り付けてあげましょう。ここまで来るのに時間がかかったな。さすが古いキットなだけあります。最後に凸モールドの修復をすれば、塗装前の準備は完了です。それでは塗装を始めましょう。今回は、機体上面を2色の緑、仮面を明るいグレーで塗り分けることになるな。なので、まず、明るい方の緑を、迷彩の形に合わせて塗装していきます。さっきも言ったが、紙筆は、含む塗料が少なめだから、重ね塗りする回数が増えるな。はい、後で詳しく触れますが、熊の筆より根気が必要かもしれません。明るい緑を十分に塗り重ねたら、マスキングを施します。柄が直線的だから、マスキングしないと、さすがにうまくいかないからな。さて、暗い緑を塗装していきます。勢い余って、内側の明るい緑にはみ出さないようにな。はい、思いのほか、筆の幅が広いので、気をつけます。1度目の塗装結果です。熊の筆の1回目に比べても発色が控えめだ。はい、そこが、良い部分でもあり、悪い部分でもあると思います。発色が悪いことの、どこに良いことがあるんだ。塗り重なる塗料が薄いので、それだけムラになりにくいです。なるほど、薄く塗れるから、逆に塗料が厚く溜まってムラになる可能性が低いってことだな。あと、もう一つの利点は、修復した凸モールドが、溶けて消えてしまいにくいことです。熊の筆だと、気をつけないと、せっかく修復したのに台無しになることも少なくないからな。凸モールドのあるキットは、紙筆、そうでないキットは熊の筆というように、使い分けても良いかもしれません。
これで7回目の塗装になります。ここまで来ると、はみ出ていた明るい緑も見えなくなってるな。はい、ただ、こういった色の場合、熊野筆ならもっと少ない回数で完了できます。場合によっては、5回で終わるからな。8回目の塗装です。これが最後になりそうだ。ここまで来て失敗しないように気をつけろよ。含まれる塗料が少ないので、前の塗面を破壊する可能性も低いです。それもまた利点だな。マスキングを外してみました。これは、なかなか綺麗に仕上がったんじゃないか。思ってもいない結果でちょっと驚いています。さらに機体仮面の塗装を進めます。明るいグレーだな。この色は、かなり癖物です。隠蔽力が弱いからな。この色がきちんと塗れれば、この筆の実力は本物です。この通り、プラの色が濃いだけ透け放題です。相当回数がかかりそうだな。スケスケ状態に重ね塗りしていきます。これで本当にうまく塗装できるかかなり不安だな。筆の力を信じて進めていくしかありませんね。さすがに、この段階で塗装をやり直すのはきついから、ダメだった時のことは考えたくないな。少し回数を飛ばして、6回目の塗装です。だいぶ発色してきたが、緑と同じとはいかないみたいだ。場所によっては、まだまだプラの色が透けて見えます。だが、筆の痕跡は少ないように見えるから、うまくいっているんじゃないかと思うな。さらにかなり飛ばして、12回目の塗装です。中央に塗り重ねて、やっとここまで来れたな。はい、なかなか満足できる結果です。これだけ重ねてブラシ痕があまりない。これは、熊野筆が絶版になってることを考えると、かなり有力な筆と言えるな。機体の塗装が一段落したので、デカールの処置です。まずは、テストだな。はい、これは劣化してる可能性が高そうです。さあ、水に浮かべてみました。どうでしょうか？案の定だな。これは、いけません。見事に粉々になってしまいました。なので、艶消しクリアの濃いめの塗料で、念入りに補強していきたいと思います。さて、再テストですが、どうでしょうか？しばらく置いても粉になりません。これなら良さそうだな。それでは、国籍マークを早速貼り付けていきましょう。国籍マークも粉にならずに問題なさそうです。4つに分解した国籍マークを、歪みなく貼り付けるため、マスキングテープでガイドを作って、デカールを貼り付けてやります。テープを剥がすときに、一緒にデカールも剥がれないように注意しないとな。仮面の方は、比較的大判なので、少し趣が違います。だが、崩壊もしないし問題ないな。オーモールドにタミヤの墨入れ塗料の黒を流し込み、仮面側には、同じくタミヤの塗料のグレーを流し込みます。黒の塗料だと強烈になりすぎるからな。そして、凸モールド部分には、クレオスのミスターウェザリングカラーを乗せていき、最後に余分な塗料を綿棒で拭き取っていきます。最後に並行して作っておいた水平尾翼を取り付ければ、機体本体の作業は一通り完了です。さて、それでは、各部品の塗装にかかりたいと思います。最初にも言ったが、部品点数はそれほどでもないな。塗装する色もそれほど手間のかかるものではありません。ほぼ、機体とかコックピットの色と同じだな。ある意味、機体下部と同じ薄いグレーが一番面倒でしょう。ただ、面積は小さいから、言うほどでもないな。あとは、試脚などが、一体型の部品になっている点くらいでしょうか。細かい塗り分けが必要だな。それでは、部品を組み付けていきましょう。まずは、機体が自立するようにギアからだな。とはいえ、重心が後ろすぎて、尻餅をついてしまうので、重りをしこたま仕込みます。ちょっと入れすぎだったかもな。最後にアンテナ類を取り付ければ、部品の取り付けも完了です。差し込む穴の大きさを拡張しないと刺さらないのもあったな。これが正真正銘最後のパーツです。キャノピーだな。まず、前後方向のマスキングをつけて、機体色でフレーム部分を塗装します。そして、左右方向を同様に塗装します。マスキングをきちんとしないと染み出すから注意だ。それでは、コックピットに取り付けていきましょう。機体との隙間も解消されて、それなりにフィットしました。時間をかけた甲斐があったな。
ドルニエ 335A6 ファイル完成です。こうやって見ると、前後のプロペラが本当に特徴的だな。なんとも言えない魅力があります。簡単に組み上がると思ったのですが、キャノピーと機体の接合問題は、焦りました。うまく加工できてよかったな。デカールは補強してなんとか貼れましたが、角度によっては、ヘリの部分が目立ちます。もうちょっと余分なヘリを切り落としてもよかったな。背面の塗装もうまくいってよかったです。紙筆産毛の実力も本物だな。今回は、古いキットということで、シンプルといえども、いくつかのトラブルは覚悟していました。しかし、ちょっとトラブルが多すぎたな。それでもうまく完成させることができてよかったです。次回は、艦船になると思います。船は、かなりご無沙汰だな。はい、少し時間がかかってしまうかもしれませんが、気長にお待ちいただけると助かります。それでは、ここまでのご視聴、ありがとうございました。